まあ、2話はね、感じなかったですけど、そんなにね、やっぱり、ぶっちゃけで話したんだけど、できるよ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 。それでは皆様お待たせいたしました。マサチャンネルがただいま一番乗りたいバイクをお借りしました。これですね。もうたまんないっすよ。 CRF1100 アフリカツイン無印の方です。かっこいいな。これはね2023年モデルなんですよ。でこのモデルからチューブレスになってるんですよ。で2024年モデルはさらに電サスになってるんですよ。でこれがですね可変式になったりとかして、僕の中ではほとんど夢が叶ってるんですよね。かっこいい。そしてですねシート高は870です。あえての身長164センチのノーマルポジションです。ローポジションではございません。まずエンジンかけましょう。見てください、このオープニング。やばい、めちゃくちゃかっこいい。そしてですねこのモデルは DCT です。開けますよ。いやーかっこいいね。さっきちょっとね暖気みたいな感じでやってもらったんですけど、一応ねサスペンションは電殺じゃないので、このモデルは、ノーマルポジションにしてあります。どうですか。いやーいいね。そしてですねまたがってないんですよ。まだ870ミリオフ車、ただのオフ車でも高いのに、でもこう見ると少しこうかなりっていうか少し沈むので 1G でもちろんなんだけどね、またがっています。よし、はい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 そうなんだよね、意外とねつくのよ。で本当は DCT じゃない方が乗りたかったんだけど DCT しかないので、どのくらい足がつくかっていうと、母子球は片足だと全然つく。全然意外とつくよ。両足でも母子球まではつかないけど、つま先は全然両足全然つきます。これだね、そうだね。よし、行きましょう。こんな感じよ、こんな感じ。乗りやすい。こっちから行けんのかな。せーの。うわ、今ね初めて曲がったんだけど、めちゃくちゃ曲がりやすいわ。さっきさ XADV の時と勘違いして、リアブレーキが右足にないと思って、すいませんこれって近づけられないですかって、こっちのレバーね、そしたらこれってサイドブレーキなんだね最悪だ、恥ずかしかった。左方向ね。いやーギアがないの久々に乗る。左方向。よし、うわ曲がりやすい。いやー曲がりやすいんだやっぱりうわ背が高え。この造作物が高い。これ映ってる進行方向。でもうねドライブモードは通常のっていうかツアーモードですね。
いやー、アイポイントが高い。このアイポイントはあれ以来だね。V スト800以来。いや、これは高いよ。もう足つかないもんね。つかないの確定って感じだけど、V ストとかより全然つくよ。V スト 800D よりも全然つく。全然いいよ、V ストより足つきとか。あ、意外と、しかもどこどこ音なんだなと思った、今。曲がりやすい。素晴らしいバイクだ。これはすげえ。いやいやいや、僕が乗ってる VFR800X より全然軽いよ。全然軽い。これスッて曲がるもん。ほら、めっちゃ曲がりやすいもん。すげえこれ。あ、今ウインカー勝手に切れた。すげえ。ちょっと待って。これはやばいぞ。これは久々の勘違いバイク来たよ。めっちゃ足つきは、いや、そんな良くはないよ。良くはないけど怖くないし、でもちょっと私とかで怖いかもな。とにかくびっくりなのは軽いわ。意外とこんなどこどこにすると思ってなかったわ。いや、これはちょっと待って、久々の勘違いバイク。いや、こんなにね、まずね、軽いと思ってなかったっていうのがね、実はなんですけど、実はの話で、3年前にアドベンチャースポーツの方乗ってるのよ。それがマジでトラウマになっててまずね、サイドスタンドから起こすのに苦労したぐらいの感じなんですよ。めちゃくちゃ重くて、取り回しとかも足もね、これよりもつくはずなんだけど、当時はまだクロスカブしか乗ってなかったのかな。ちょっと怖くて、ちょっとね、もう大型バイク、でかいバイクトラウマになってた、半分あれでけどそれを全部払拭したね、このわずか数分で。軽い、足も意外とつく。いや、びっくりだこれ。あんなね、交差点で、峠とか持ってって走ると軽いんだけれど、軽いのは分かってたんだけど、まさか交差点ひらひらであんな軽いと思わなかったし、路地でのこうちょっと直角カーブみたいなところもね、割とさらっといったね。で、止まるときって結構ね、緊張感あるでしょ。俺 VFR800X いまだに緊張感あるのよこれないね。さらっと止まれるね。ただわだちの今こう真ん中走ってるでしょ。わだちの頂点で止まるのはちょっと足つき的に怖いかも。やっぱりわだちのちゃんと車のわだちに入ってここにね、こう入って足出せば全然問題ないね。これ止まるときよ。止まるときにこれね、全然緊張感ないのよ。スーッと止まれるのこうやってこれってさ、実は身長が高い人は全く気にしてないかもしれないけど、僕ら身長低い人間は止まるときってちょっと緊張感あるんですよ。実は足つかなかったらどうしようとか。実際に俺CB650R の時に足つかなくて立ちこけしたみたいなのはあるから、わだちでね。なのでね、これはすごいわ。足入れ替えても、もうちょっと低かったらいいなっていう感じはするよ。感じはするけどね。っていうことで、一度ですね、これで動画を閉じまして、今日ね、300キロ近く乗るので、マサチャンネルの体をですね、どのくらいアフリカツインがですね、痛めつけてくるのかと。300キロ近く走ってしかも雨予報だしね。それをね、また報告差し上げたいかなというふうに思っております。それでは高速乗っちゃいます。いやー、これは本当に所有感ある。最高だわ。めっちゃいいよこれ。よし、宇都宮方面でございます。足回り
気持ちいい、柔らかい。これバンク結構してるよ。足回り優しい。すげえ。ということでね、走行後に画面切り替えますから、いいですか？ワープしますよ。走行後にワープ。走行後に画面が切り替わりました。雨でですね、なんかちょっと濡れちゃったんだと思うんですけど、マイクの接続部分がちょっとねうまく取れてないので、アフレコでね失礼いたしたいと思います。走行距離が342キロ、6時間半乗りました。そしてですね、ネガな部分があるかどうかっていうとね、ほんとネガな部分が少ないんですよ。なのですが、絞り出してですね行っていきたいというふうに思います。まずはウインカーなんですけども、機械式ではなくて電気式というか、なんていうかな、ダイハツのウェイク、僕が乗ってるウェイクもその感じなんですけども、こう機械的にガチャッとこう入ってプッシュキャンセルを押すとガチャッと戻るっていう感じじゃなくて、パタンと倒れただけなんですよ。でもそのジョイスティックみたいに倒れないんですね。なんかただスイッチ、右なら右のスイッチを押すみたいな感じになって、で真ん中プッシュキャンセルで元に戻る。真ん中押さなくてもキャンセルで、自動キャンセルでキャンセルされるんですけども、そのねサマーグローブだったらその接続感みたいなのを感じるんですけど、ウィンターの厚いグローブだとこれがねあんま感じられないんですよね。慣れなんですけども、パターンってこう倒れるだけっていうのはね、なかなかちょっと接続感がなくて気持ち悪いなという感じがしました。ただこれは慣れの問題だと思います。そしてですね、やはり最初はそんなに気にならなかったんだけども、足つきですね。これはね、純粋な250のオフ車みたいにすごいふっかふかの足回りではないので、やっぱり870ミリっていうのはですね相当高いんですよ。でですね、片足だったら母子球までつくので、そんなにこう問題ないのかなと思って乗ってたんですけど、やはり6時間半乗る中でですね、何回か怖いっていうのがねあったんですよね。で、ヒヤッとすることがあるっていうのはやっぱりちょっとネガな部分になってくるかなと思うんですね。ただ通常に乗ってる分にはですね、問題が起こることはないと思います。例えばこう U ターンでも U ターン自体がめちゃめちゃしやすいわけだ。ただその足をつかないで U ターンするには全然問題ないんだけども、足をついてパタパタと本当は歩くスピードぐらいで U ターンしよう、例えばこう絶対倒さないようにパタパタ歩きながらしようみたいなのはすごくやっぱり怖いですね。大きい道でパッと U ターンするのは全然怖くないんですよ。ほんと U ターンしやすいんだけれども、ただ道幅がすごく狭くて、これちょっと U ターンできるかなできないかなみたいな微妙な道幅のところでの U ターンっていうのは、もしもの時に足パッとつけた方がいいじゃないですか。そういった意味ではパッと足がなんか出づらいというかですね、ちょっとついた時にもしかしたらつかないかもしれないみたいなところがちょっと怖いっていう風にね感じますよね。そしてですね、皆様お待ちかねのですね、あれですよ。あれはね、ちょっと交差点で止まってるところなんでちょっと音声聞こえるので生音でどうぞ。マハチャンネルのですね、おじりちゃんですよ。おじりちゃんをですね、この後ろほどのこのシートがですね、どうやっていじめ抜いてくれたかということなんですけども、これはお尻が痛くなったかならないかということになるんですけど、痛くなったの、これは微妙です。
アドベンチャーコースの方はなんかふかふかしたシートが入ってるらしいですけども、残念ながら、この無印館のシートは、高くて、そして細いです。だってそうしないとね、一時走行ができないじゃないですか。ああいう座布団みたいなシートが。なので、残念ながらですが、お尻は痛くなります。一般的なバイクは皆さんそうだと思うんですけども、やっぱり短期に近い先っぽの方っていうのが低いんですよ。でここにずっと座り続けると、絶対にそういうバイクでも手が痛くなっちゃいます。それはもうしょうがない、そういうもんですよ。ただ、こうってそのお尻を後ろに持ってきて、強い画面のところに、きっちり真ん中に座ってあげていれば、そんなにきつくない。いけると。やっぱり街中として前に座るじゃん。そうするとね、やっぱちょっと痛いかな。やっぱりシート自体も結構高いと思う。それではですね、給油をして燃費報告をしたいと思います。やっぱね、こういう時のね、踏み替えでこうパパッとこう踏み替える時もね、ちょっと怖いかな。高い。湿度高いよね、やっぱね。345.9、割る、16.25。21.286。これが本日の燃費でございます。まあね、ちょっとね、高速道路でなんかフル加速しちゃったりとか、いろいろしたんで、燃費はそんな良くないかなと。もうちょっと走るんじゃないかな。やっぱこのエンジンは多分燃費いいと思いますよ。高速道路淡々と走ったらこれは燃費はもう相当いいエンジンじゃないかなと思いますけどね。はい、じゃあ戻りましょう。まあネガはね、感じなかったですけど、そんなにね。はい、ぶっちゃけで話したんだけど、でけえよ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 。これ ECP じゃないモデルだったら10キロぐらい軽いんだけど、どうなんだろうね。重たいものがついてるんだけど、一番下ですよ、エンジン。だから、ECP だから重いけど、じゃあ、結構重くなっちゃって、高速が悪くなっちゃうかっていうと、そうでもない気がするんだよね。ECP じゃないモデルで、シートピッカーつけて、買うと思いますね、僕だったら。ということでですね、CRF1100L アフリカツインファーストタッチ総評燃費報告という動画がこれで終了になります。アフリカツインに関してはですね、この動画、それからワインディング、高速道路、足つき取り回しチェックと4本の動画構成となっております。概要欄に全て貼り付けてあるので、全部見ていただけるとアフリカツインに関しては全てわかるんじゃないかなと思います。まだ見れない場合は公開日前となっておりますので、公開日を待って見ていただけるとありがたいと思います。そしてだ、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。アフリカツインレンタル3万円、他のバイクも2万円。昨年はですね、調子づいて20台借りております。非常に厳しいので、皆様の熱きグッドボタン、そしてチャンネル登録にご協力をお願いいたします。それではまたチャンネルこれにてバイナラー。